皆さんこんにちは、ゆっくりレ夢ムです。ゆっくりマリサだぜ。ところでマリサは今日のお昼は何を食べたの？今日はご飯に牛乳をぶっかけたぶっかけ飯を食べたぜ。それ、美味しいの？美味しいぜ。私は毎日食べるぜ。まあでも偉人の中にも普通の人には理解できない食事をしている人がいるみたいよ。そうなのか？どんなだぜ？石を食べたり、雑草を食べたり。私は無機物は食べないぜ。そうよね。普通はそうよね。今日は少しおかしい偉人の食事をランキング形式で紹介していくわ。それじゃあゆっくりしていってね。まずは第6位の発表よ。Facebook 創業者、マーク・ザッカーバーグ。自分が殺した動物しか食べない。いきなりすごい癖の人が来たんだぜ。Facebook は私もよく使っているぜ。マーク・ザッカーバーグは1984年生まれで、ハーバード大学の在籍中の2004-2005年頃に Facebook を立ち上げているわ。2020年の総資産は10兆円を超えている大富豪よ。10兆円、1億円が10万個分だぜ。5つでいいから欲しいぜ。マーク・ザッカーバーグは新年の抱負として、2009年から毎年ユニークな目標を公表することで有名だわ。2009年は、毎日ネクタイをつける。2014年は、毎日1通を令状を書く。2017年は、米国のすべての州を訪れる。意外と普通なんだぜ。その中で2011年の目標が、自分が食べる肉は、自分が殺した動物しか食べない。2011年に何があったんだぜ？ただ、これは一部のベジタリアンの考え方から影響を受けたのではと思うわ。どういうことだ？つまり、私たちが食べている肉は生きていた動物の肉で、誰かが殺した動物を食べているということよ。動物が殺されているのを見ると、かわいそうと考える人が多いと思うけど、肉を見てかわいそうと思う人は少ないと思うの。ただ、その後ろにその事実があることを忘れることは、無責任とマーク・ザッカーバーグは考えたの。生き物の命に責任を持ち、感謝をして食べるべきということよ。変人どころか逆にものすごくいい人だな。そこから、動物の裁き方を学び、自分で殺した動物の肉を食べる生活を続けたそうよ。ワイルドだぜ。続いては、第5位。ベートーベン卵スープ。普通っぽいのが来たぜ。でも、逆になんか怖いぜ。ベートーベンは説明は不要よね。1770年生まれで、交響曲第9番などを作曲した有名な作曲家よ。有名な話としては、耳が聞こえない中でも作曲を続けたことよね。20代後半から耳が聞こえづらくなり、40代半ばでほぼ聞こえなくなったそうよ。そんなベートーベンの食生活は贅沢、というものではなく、好きなものはマカロニチーズ、牛肉、魚、そして卵スープだったそうよ。卵スープ普通なんだぜ。そうね、ただの卵スープなら普通よね。でも、ベートーベンは10個の卵を入れたスープを飲んでいたの10個実家が養鶏場でもそんなに食わないぜ。ベートーベンは食事に対するこだわりが異常で、たびたび食事の世話をしている家政婦に迷惑をかけていたそうよ。特にスープへの愛情は異常で、家政婦に書面で文句を言ったりしていたそうよ。そんなベートーベンの大好物が卵スープで、10個の卵を入れたものを飲んでいたそうよ。また、卵が新鮮かをいつもチェックしていて、新鮮でない場合は家政婦に卵を投げつけたそうよ。ベートーベンが現代にいたらマーク・ザッカーバーグに怒られるんだぜ。ちなみに、ベートーベンの料理の腕前はいまいちで、晩餐会で出された料理の参加者の感想は、1、スープは食堂の残り物の味。2、牛肉は生焼け。3、野菜は油と水の中を漂っている。という状態だったそうよ。こういう美食家今でもいそうだよな。というか、3はどんな状態なんだぜ。続いて、第4位。チャールズ・ダーウィン。希少種が大好物。希少種を食べちゃうのか？チャールズ・ダーウィンは進化論でおなじみよね。そうなんだぜ。いろんな生き物を研究しているイメージなんだぜ。ただ、研究の傍ら、グルメクラブにも所属していたそうなのよ。この団体の目的が、世界中の珍しい生き物を食べ尽くすこと。だったそうよ。珍しい生き物が大好きな人だと思っていたのに、違う意味で大好きな人だったんだな。例えば、アルマジロやピューマなどを食べたりしたそうよ。どんな味がするのか少し興味はあるぜ。その中でレアというダチョウのような希少種を発見したの。そのレアは希少種でまだ学術的な研究がされていなかったレアな生き物だったの。レアなレア、ややこしいんだぜ。ただ、ダーウィンはこのレアが希少種と気づかず、鍋で煮て食べたそうよ。食べている途中に気づいて、残りを研究のために持ち帰ったそうよ。
レアじゃないレアでも鍋で煮て食べちゃダメだぜ。またこれは真偽は不明だけど、研究用に持ち帰る途中だったゾウガメ48匹を運搬船の中で全て食べてしまったという話もあるわ。希少種とか関係なく食欲がやばいぜ。そうね、希少種を研究するだけじゃなくて、実派食べるのが好きだったというのも、若干引いてるけど、食欲にも若干引くわ。ゾウガメって美味しいのかもしれないな。いよいよ第3位。フォード創業者ヘンリー・フォード。主食が雑草？おう、3位にもなるとインパクトが強烈なんだぜ。自動車メーカーのフォードは有名よね。ヘンリー・フォードは1863年生まれで、フォードを創業して自動車王と言われた人よ。フォードがすごかったのは、ライン生産方式による大量生産を実現して、車を庶民でも手が届く価格にしたことよ。その車は、T 型フォードと呼ばれて、累計1500万台以上も販売しているわ。現代の自動車の父なんだぜ。ちなみにトーマス・エジソンとも友人だったそうよ。発明王エジソンか、すごいんだぜ。そんなフォードの食生活はかなり変わったものだったそうよ。小さい頃から食べ物にはあまり興味がなくて、かなり小食だったそうよ。ただ、ある時から自分の体を車として考えるようになり、最高の燃料を供給しようと考えるようになったそうよ。そこで彼が考えたのが、雑草よ。雑草。ちょっと天才すぎて私にはわからないから、わかるように説明してほしいんだぜ。その時には、すでに世界的にも大富豪になっていたんだけど、成功後は田舎で理想主義的な生活をしようとしたそうなの。そのため、食生活は、牛乳や肉、甘いものは食べずに、大豆や野草をサラダやサンドイッチにして食べたそうなの。当時はこういった食生活をする人は少なくて相当変人扱いだったそうよ。ただ、健康的な食生活をしていた割には、あまり健康ではなかったそうなの。心臓発作などの病気もあり、75歳で脳出血をしてからは人が変わったようになったそうよ。その後、息子を先に亡くしたりと、不幸な出来事もありつつ、83歳で亡くなっているわ。続いて第2位。ローマ帝国23代皇帝ヘリオガバルス、鳥の脳みそ600個。あかんやつ来たー。聞いたことない人だぜ。ただ、かなりヤバそうだぜ。これで2位なのか。ヘリオガバルスは西暦203年生まれ、皇帝の在位期間は218年から222年まで、222年に亡くなっているわ。ということは、14歳で皇帝になって、18歳で亡くなっているのか？その通りよ。細かいことは、今回は解説しないけど、静乱に巻き込まれて14歳で即位させられたの。ただ、彼は在位期間も短いけど、ローマ史上最も異常な君主として、後世の歴史家に評価されているわ。何をしたんだぜ？まずは性生活が異常で、毎日性交に明け暮れていたそうよ。在位期間は4年間程度だけど、その間に4回の離婚と5回の結婚をしているわ。うち4人は女性で、1人は男性よ。男性、ということは同性愛者なのか？歴史的に見ても同性愛者の偉人は珍しくないと思うけど、どちらかといえば、自分を女性と見る時もあったようなの。その当時としては珍しく、全身脱毛していたり、女装もしていたそうよ。ただ、そんなことは関係なく、彼は普通じゃなかったの。なんか聞くのが怖いんだぜ。浮気した男性に対して、殴打を繰り返し、弱り切った相手を見て喜んでいたそうよ。また、その相手の男性器を切り落としてペットの猛獣に与えたという逸話があるわ。また、宮殿の一室を売春用の部屋にして、自分自身を男目掛けとして体を売っていたそうよ。おう、これはやばいんだぜ。ここからが本題で、食事に関しても異常だったそうよ。お金を湯水のごとく使い、税の限りを尽くした食事を好んだそうで、食事があまり高くない食材の場合は、金粉をまぶして食べていたそうよ。また、鳥の脳みそが大好物で、いろんな鳥の脳みそを食べていたそうよ。おう、ワイルドだぜ。ある時は、600頭分のダチョウの脳みそを準備させて、完食したそうよ。その食事会に参加した人は一生のトラウマだろうなだぜ。こんな生活をしていたので、最終的には反乱軍に捕らえられて、処刑されているわ。ただこういった話は後世に編集されているので、信憑性に関してはやや疑問が残るそうよ。いよいよ第1位。イタリア人兵士フランシス・バタリア、ストーンイーター。どちら様なんだぜ？最後の人は歴史的には無名よね。フランシス・バタリアは、17世紀のイタリア生まれよ。生まれた時に右手と左手に一つずつ石を持っていた、と言われているわ。石の神様的な人なのか？母親からの母乳を飲まず、石を食べて育ったそうよ。やっぱり神様的な人なんだぜ。
大きくなってからは、1日に0.5ペック、約4.5リットルの石を食べていたと言われるわ。ちなみに、食べ方は丸飲みで、ビールを飲みながら食べたそうよ。何の罰ゲームなんだぜ。現代の大食いファイターもびっくりだぜ。そして3週間に一度、大量の砂を排泄したそうよ。こういう希少種は、ダーウィンの大好物なんだぜ。石や土に対する食欲が生まれることは、実はあることで、例えば一部の地域では妊婦さんが特定の石を食べる文化があるわ。これは妊娠中に必要なカルシウムやミネラルなどの摂取が目的と考えられていて、実際その地域の妊婦さんは妊娠中はその石を食べたくなるそうよ。また、時代背景として、18、19世紀に欧州では、ストーンイーターが人々の間でブームになっていたそうよ。なんか今の大食いブームみたいだな。そのうちみんな石を食べ出すかもだぜ。そのため、有名になるためにやっていたという説もあるわ。毎日4リットルの石を食べていたら、現代だと大食いのトップ YouTuber かもだぜ。ということで、今回の解説は以上よ。今回は偉人の変わった食生活をランキング形式で紹介したけど、どうだった？ちょっと強靭みたいな人もいたけど、中には良い人もいて、やはり偉人は飽きないぜ。そうね、世界には不思議な人がまだまだたくさんいるわね。ということで、ご視聴ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録をしていただければ大変励みになります。次回もよろしく、だぜ。